あなたはもうすぐこの世から消える。織田があなたに死をもたらす。ちょうど今ある映像のデータをサーバーに送るところです。見たものに死をもたらす映像。貞子はお前を利用してこの世の中に復讐しようとしているんだよ。お前はただ貞子の思うことをしようとしているだけなんだ。もう終わりだ。止めることなんてできないんだよ。止めることはできるよ。やめろ。本当に死ぬぞ。俺の大事な人が生き続ける。それで十分だ。安藤さん。先生。あなたしっかりして。あなた。先生。先生。あなた。気がつかれたようですね。もう心配いりませんよ。ここは先生怪我をしてこの10日間意識が戻らなかったんですよ。怪我を。無理しちゃダメ。そうか。でも確かすごい爆発だった。爆風で先生の体だけちょうど壁の影に吹き飛ばされたんです。火はそこまで届かなかったそうよ。警察の人もすごく運が良かったって。ウイルスはあの時織田がウイルスを。安心してください。ウイルスは爆発で全部消滅しました。織田もあの爆発で助かったのは先生だけです。警察の人も言ってました。先生は命がけで犯罪者からみんなを守ったんだって。だから助かったのは神様のおかげだって俺は助かった。正直言ってまだ信じられないんだ。自分が助かったなんて。幸いガスが薄くてそれほど大きな爆発にはならなかったらしいんです。貞子、あれから何か。いいえ、何も。そうか。貞子はただ織田に操られていただけだったんじゃないでしょうか。だから織田がいなくなってもう何もできない。そうだろうか。織田の方こそ貞子に利用されていたはずだ。織田には逆らえないってわけか。そう思うなら先生は余計なこと考えずに早く良くなってください。安藤さん。先生、どうしたんですか？いや、大丈夫だ。あなた無理しちゃう。大丈夫だよ、これぐらい。人間扱いするな。ありがとう。もうどこにも行かないって約束して。一人にしないって。都。お願い、約束して。
安藤先生は今朝退院しました。そうか。よかったな。小さかったって。火はそこまで届かなかったそうよ。幸いガスが薄くてそれほど大きな爆発にはならなかったらしいんです。みんな何か隠してる。あの地下室で何があったんだ。俺はどうして助かったんだ。でも今さら事故の報告書なんか見てどうするんですか。いえ、ちょっと気になることがあるもんで。別におかしなことは何もないと思いますけど、小田は死んだ、安藤さんは助かった、正義は勝ったってことですよ。遺体の一つは小田。遺体の一つ。他にも遺体があったってことか。
せん。どういうことだ。なんだこれ、なんだ。なぜここに俺の死体があるんだ。答えろ。答えろ。どういうことだ。俺は一体誰なんだ。頼む、本当のことを教えてくれ。先生は一度死んだんです。小田と一緒にあの爆発で。駆けつけた美和子さん、先生を失ったことを知って呆然としていました。そしてその後菊田部長が美和子さんにこう言ったんです。安藤さんにもう一度会いたいですか。一つだけ方法があります。本当ですか。何をやったんだ。まさか高典の時と同じ。菊田部長は貞子と取引をしたんです。どういう取引だったか詳しくは分かりません。でもとにかく菊田部長は高典君が帰ってきた時と同じことをもう一度貞子にやらせたんです。菊田部長は先生の遺体から血液を採取し、それを貞子に渡しました。貞子は先生を妊娠し、生まれた先生は急激に成長して、それがこの俺。貞子が俺を止める理由なんてなかった。だって私先生に生きていてほしいと思ったんです。本物の俺は一度死んだんだ。じゃあ今ここにいる俺は偽物？本物とか偽物とかそんなことどうだっていいでしょう。だって先生は生きていた時と同じ体と記憶を持ってるんだもの。偽物なんかじゃない。でも俺はお願いです。美和子さんのために何も知らないふりを続けてください。気づいてしまわれたようですね。説明してくれますか。事情は相原が申し上げた通りです。あと一つ、安藤さん、あなたにお伝えしておかなければならないことがあります。あなたの遺伝子にも高典君と同じ血管があります。このまま放っておけばあなたは長くは生きられない。
急激に老化して死んでしまうでしょう。しかし心配することはありません。私は幸いにも小田が残した研究資料を手に入れました。それをもとに私はあなたの老化を止める酵素を作り出すことができました。酵素を飲み続けていればあなたはこのまま生きられる。どうして私のためにそこまで？あなたにはそれだけの権利があります。安藤さんがいなければ今頃私たちは大変な悲劇に見舞われていました。貞子はなぜ俺を助けたんです？何の交換条件もなしに貞子は我々に力を貸しました。どうして？もしかしたらあなたを再び自分のために利用するつもりかもしれない。いずれにしろ貞子はあなたに何かを持ちかけてくるでしょう。どんな企みがあるのか私には予想もできません。そうまでしてあなたは私を？安藤さん、私はあなたに協力してもらいたいんです。今度こそ貞子をこの世から消すチャンスです。あなたは誰よりも貞子を憎んでいるし、どんなに危険な存在かもよく知っている。だから私と一緒に戦ってほしいんです。いいですか？貞子が何を言ってきても騙されてはなりません。もしあなたの前に姿を現したら彼女が何かする前に殺してしまいなさい。一瞬でもためらったらあなたは多分彼女の術中にはまる。おかえりなさい。退院したばっかりなんだからおいしいものいっぱい食べて早く元気になってもらわないと。美和子。お願いです。美和子さんのために何も知らないふりを続けてください。どうしたの？ありがとう。これうまそうだな。何よ、深刻な顔してびっくりするじゃない。食べましょう。うん。はい。もしもし。やっと自分が何者か分かったようですね。どうですか？再び生き返った気分は。どこにいる？私もお前に話すことがある。もしもし、陸田部長いらっしゃいますか？私を殺すつもりなんでしょう。ためらわずやればよかったのに。
なぜ俺を生き返らせた？俺はお前の言う通りにはならないぞ。お前は何も分かってない。え？何もしなくていい。お前がそうやって生きているだけで私の目的は遂げられる。なんだって？お前は陸太の実験の材料だ。自分の研究のために陸太はお前をよみがえらせた。考えてみればわかるだろう。自分が陸太にとってどんな存在か。お前は一度死に、そしてそっくりの形で生まれ変わった。お前を研究すれば人の生き死にを支配する技術を手に入れることができる。陸太はそう思った。いずれその研究は成功する。そして何が起こると思う？誰が死に誰が生き返るのか、陸太はそれを自分の手のひらの上で自由に決めることができるようになる。それが陸太の目的。横暴な神のように振る舞うことが。バカな、そんなことさせるものか。お前に止めることなどできない。陸太の作った薬がなければお前は生きていけないのだから。お前が生きたいと願う限り陸太の野望は止められない。いずれお前は人間たちを不幸にする。分かったか？陸太がお前をよみがえらそうとした時、私が手を貸したわけが。それでもお前は彼らを守りたいと思うのか？陸太さん。本当なんだな、貞子が言ったことは。お前は自分の野望のために俺が必要だった。答えろ。そうですよ。私は確かに自分の実験のためにあなたを生き返らせた。それがどうかしましたか？あなたは一度死んだんだ。研究対象としてでも生きていられるだけ私に感謝してもらわないと。何度繰り返せばわかるんだ。お前は織田という怪物を作った。貞子をよみがえらせ、何人もの犠牲者が出たんだぞ。私は後悔なんかしてませんよ。科学の進歩には犠牲はつきものです。天然痘を知っていますか？ワクチンが発明され、今や天然痘はこの世から消えようとしています。世界中の何億という人間がそのワクチンのおかげで救われた。だが初めてワクチンを作ったジェンナーという学者は一体どうやってそのワクチンを試したと思いますか？近所の幼い子供で実験したんです。何も知らない子供にわざと天然痘の菌を植え付けて、そのワクチンが効くかどうかを試したんです。もしその時彼がそれをためらっていたら、天然痘はさらに多くの人間を殺していたでしょう。どんな正義感もどんなヒューマニズムも我々に真実を教えてはくれない。私はあなたをこの世にもう一度作った。私がしなければ他の誰かがそれをやった。あなたという格好の研究対象を目の前にして黙っている科学者などいませんよ。
あなたを手に入れた今となってはもうこの女には何の用もない。どうせ23年前に死んだ人間なんですから。殺すならなぜ墓を暴いた？殺すならなぜ私を生き返らせた？死ね化け物！リクタやめろ！今なら私を殺せる。そのために来たんだろう。ずっと私が憎かったんだろう。お前に私と同じ苦しみを味わわせたかった。お前にどうして？俺もお前と同じ。ただ利用されるためにだけ生き返らされた。人間たちの傲慢な野望のために。お前はただ生きたいと願っただけなんだろう。そう思うことに罪はない。生きたいと願うことに罪はないって本当にそう思いますか？ああ、思うよ。貞子の遺体は通風口の中から見つかりました。直ちに火葬され全て灰になりました。もう二度と
よみがえることはありません。多くの者たちが犠牲になった。結局は人間の傲慢さがそうさせたんだ。陸田部長が残した薬です。老化の兆候が現れたらこれを飲んでください。先生、終わったんだな、これで。必ずこれを飲んでください。ありがとう。楽しかったよ。ありがとう。お父さん。美和子。明日授業が終わったら海に行こう。海？高典と遊んで海。どうしたの急に。美和子。いいわよ、行きましょう。素朴な人間関係、この人間関係に対する純粋な信頼感が背景として、先生、どうしたんですか？いや、じゃあ今日はここまで。先生、ちょっと相談したいことがあるんですけど。どうした？それがここで話せるようなことじゃないんで、放課後部室に来てください。おい、みんな早く準備して、もうすぐで先生来ちゃう。さあ、しのぶ早くしてよ。分かってるって。ねえ、本当にびっくりするかな、先生。当たり前じゃない。私が深刻な顔で先生に相談があるんですなんて言ってやったんだから。久美子、嘘下手だからな。そうそう、鼻がピクピクってなるの。怖いよ。でも先生絶対びっくりするよね。びっくりするよ。びっくりしすぎてさ、腰抜かしちゃったらどうする？どうしたらまた入院？
予知能力か。相原先輩も興味あるんですか？私が生徒だった頃、安藤先生にこんな質問をしたことがあったの。先生、ナマズやネズミは予知能力を持っているのに、どうして人間はそれを持ってないんですか？せっかくそんな便利な力があるのにって。で、先生は何て答えたんですか？いや、人間は予知能力を持っているよって。将来何になりたいかとか、何がしたいかとか、目を閉じて頭の中で思い浮かべてごらん。諦めたり忘れたりしなければ夢は必ず叶うから。必ず思い描いた通りのことが起きるから。いいかい、それがお前たちの予知能力なんだよって。相原先輩の夢は叶ったんですか？まあね、そう簡単にはいかないけど、卒業して社会に出て、私先生の言ったことすっかり忘れてた。でもね、今になってやっと気がついたの。あの時先生が言ったことは全部正しかったんだって。夢は必ず叶うものなの。それにしても遅いな、先生。そうだね、あんだけ心配させたのに。愛情ないよね。明日会ったらとっちめてやろう。そうだね、明日会ったら絶対。そうだよ、お別れだよ。俺はもう長くは生きられない。どうして？どうして？美和子、俺のことを生き返らせてくれたこと感謝してる。とっても嬉しかったよ。でもね、いつかは終わりにしなきゃならない。終わりにしなくちゃならない。なぜ？そんなこと誰が決めたの？あなたが生きてて困る人なんて誰もいないのよ。いいかい、美和子。俺は俺と同じように生き返った貴則をこの海で死なせてしまった。俺の手の中で貴則は死んでいったんだ。でもそれはあなたのせいじゃない。私あなたを恨んでなんかいない。違うんだ、聞いてくれ。俺はあの時もう一度貴則を取り戻せたらって思った。貴則がこの手にもう一度帰ってくるなら俺は何でもしようと思った。でもね、気がついたんだよ。そんなことをしたら死んでいった貴則がとっても悲しいだろうなって。貴則は俺たちにとってたった一人の貴則だったんだ。だから俺もお前にとってたった一人の俺でいたいんだ。俺が死んだ後、別の俺が生まれて、その俺が死んだらまたもう一人の俺が生まれて、そうすれば俺という人間は永遠にこの世に生き続けるかもしれないけど、多分今より幸せだとは思えない。
そんなの買ってよ。私はあなたと一緒にいたいの。一人にしないって約束したじゃない。勝手かもしれない。多分お前の言う通りだよ。でもね、やっぱり本当の俺は死んだんだ。俺はあの時それを選んだんだよ。たった一度俺はお前と出会ってお前を愛して、俺たちには貴則がいて、それだけで俺は誰よりも幸せだと思ったんだ。あなた、別れが悲しいのはね、きっと一緒に過ごした時間が幸せだった証拠なんだ。たった一度出会って限られた時間を精一杯一緒に生きて、そうやって幸せだったことの証なんだ。だから少しも不幸なことなんかじゃない。きっとそうなんだよ。あなた、あなたならそういうんじゃないかって思ってた。ただずっと答えを探したり、形なき自由を手にした